信長の野望。新生 PKA。破竹の勢いで進軍を進めついに武田を滅ぼすことに成功した我らの将軍。伊達政宗の横槍で城が攻められてるものの一向に甲状戦をする様子がない。おい政宗、防衛戦楽しみにしてたのにこれはどういうことだ。さて現状は北条残り3条で風前の灯火、伊達家もちょっと削って残り兵力10万程度。幕府が強くなりすぎで消化試合だぜ。兵糧節約のために織田城に待機してた合戦8世紀将軍を使って、府中の伊達勢を一掃だ。敵は渡り重宗6部隊1万8000。まあ鉄砲で蹴散らしの木口取って勝利。相手にならぬ。とはいえ6部隊いたので風将が発生。3軍ゲット。そして楽々府中城も陥落。伊達に反撃する時が来た。家康たちはそのまま太田城へ進軍せよ。横手城で甲状戦準備してた伊達勢米切れで撤退。もう少し計画して攻めろよ。山形城はまだ攻められてるけど防衛兵力の方が数が多い。政宗城攻めなめとらん。柴田城攻めてたのも米切れで撤退。すぐ下の津川城はまだ攻められてるな。むしろ黒川城がうちに寝返ったから帰り道なくて米切れで勝手に消滅な予感。伊達、勝手に自滅。伊達が自滅する中幕府は着実に進行し、久留里城を制圧。伊達殲滅戦に向けて、今まで補給拠点だった北条城と与板城の補給設定を解除。もう遠征しなくても普通に倒せそうだ。忍城も陥落して北条の城はあと一つ。ほどなくして万里城も陥落。北条、特に抵抗らしい抵抗もできず滅亡でござる。やらかしの多かった氏政筆頭に34名が仲間入り。北条家、意外とあっけない最後だったぜ。武田北条を滅ぼし幕府の勢力がさらに拡大。武将の数が750人超え、他勢力がかわいそうになるレベルだな。伊達家は自滅もあって残存兵力残り4万5000だし、サクッと片付けちゃいますか。だな。では跳躍で烏山城の耐久が減るのを待ってた、宇都宮に待機させてた部隊を進軍。伊達家に取られてた軍を適当な国衆などで取り返し、取られたままだと進軍しづらいもんな。お米を取りに帰った将軍を伊達征伐の遠征に行かせようと思ったけど遠い。兵糧が足りないなら僕出張しなくていいよね。やったー。え？そんな甘えは許されないよ。次の目標は米沢城です。征夷大将軍とは征伐する蝦夷まで行っていただかないと。マジで？まあ補給拠点を有効活用したいので少数精鋭で遠征頑張りましょ。烏山城の城主が降伏したいとのこと。破壊で耐久削ったおかげかワンパン降伏。なかなかお強い方だったので烏山城20年で手打ちにしました。そんなわけで楽々烏山城ゲット。小屋建て成敗も時間の問題と思い、毛利との決戦に向けて準備も開始。5着城を補給地点に設定。城主は今までずっと側近で頑張ってくれた石木さん。今では幕府筆頭の宿老である。島根たちが攻めてた太田城が陥落。島根は米が限界なので一旦帰城。残りの兵は飯野平城へ進め。兵力がちょっと心もとないな。心配なので国衆3部隊も追加派遣。お約束の国衆国士。烏山城を落とした堀久たちはそのまま大田原城も陥落。勢力目標関東統一達成しました。これにて関東平定でござる。翌月将軍の臨戦態勢が整ったので今落とした大田原城に進軍開始。補給拠点も経由して兵糧もしっかり忘れずにな。大田原城に集結して伊達の出方を伺い、できそうだったら合戦でとどめを刺すぞー。到着予定日が240日だよ。考えー。飯野平城攻め、伊達の援軍が来て失敗。国衆撃沈。おお、国衆の仇じゃあ、玉縄城に待機させてた光秀忠勝藤高、出撃最強メンバーで仕返しだ。将軍と一緒に遠征のため、臨戦態勢にしたノップも米沢周辺の城に移動開始。着実に伊達を滅ぼす準備中。そして今年もたくさんの人が寿命でお亡くなり。滝川一益やうんこマン荒木など惜しい人を亡くしました。飯野平に向かってたら伊達の援軍がわらわら湧いてきたので大田城で一旦待機。将軍も進軍中だし、これならうまいこと調整して須賀川城でいい風が吹かせられるかな？ターゲット取って将軍が来るまで伊達勢を釘付けにするのだ。伊達本城米沢城では真田正幸の破壊工作が成功。ノップの破壊工作も成功。もうやめて、米沢さんの HP はゼロよ。ワンチャンこのまま落とせるかもと国衆アタック。ほんとお前国衆使い荒いな。大田城で待機してたら飯野平の兵が動かないので、烏山城に移動して微調整。なお、光秀は米が少なかったので何もせず騎乗。
無駄足ごめん。収入に余裕があったので後家の誉れをマックスの3にレベルアップ。これで全部体能力プラス15だぜ。米沢城は国衆で囲むのは成功したけど、どこからともなく兵士が生えてきたので城攻め断念。政宗騎乗したかな？将軍の合戦が終わったら甲状腺行けるようにノップたちを近場の城に移動。とかやってたら集結してた兵が米沢に向かっちゃったので慌てて包囲を解除。細かい微調整に四苦八苦。将軍到着まであとちょっと。なんとかいい感じに集結成功。伊達家にきつい一撃をくれてやるぞー。ただいまの伊達家の兵力は12万、最大兵力は10万、こやつずるしておる。豊作でもあったんかな？そして相対したら一部隊足りなくて風況にならない。まあこればっかはしゃあなしだ。我らのスターティングメンバーはご覧の通り。全員能力100超え。なお、堀急交代理由は兵糧少ないからです。それでは散々邪魔してくれた伊達家をガチ戦力でボコる戦い、開戦。はい、家康鉄砲戦車。開戦早々片倉来た、触れることなく爆散。続けて将軍義明も後藤信康を触れずに撃退。もうこいつらマシンガンとか装備してそう。これで酒延さんと将軍が高台を確保、圧倒的地形的有利を獲得。これには二本松忠次も何もできず撤退。こっちも最強生物藤高が敵に触れずに爆散。藤高左腕ガトリング砲に改造されてそう。まあ鉄砲なしでも鬼強で島コンなんかも大暴れ。敵部隊を撃破したことで鬼左近が発動。すべての味方部隊の体力が回復。敵部隊がもりもり壊滅。今更だけど鬼左近は敵部隊を撃破すると味方全体の体力を 20% 回復します。地味だけど強い。射撃の的になってた渡り元宗が撤退。質量ともに圧倒だぜ。鬼には綱元も島コンたちに強撃でボコられ撤退。で、最後は堀急が要所制圧で式優勢勝利。ははは、伊達家謎をそるるに足らず、勝ち時をあげよ。かーったどー。真正面から戦ってこの戦果。もはや合戦自体がずる臭い強さ。さあ調整頑張った威風中よ。幕府の意を示すのだー。微妙。お城2つゲット。頑張った割には成果なかったな。糸かなし。さてお次は米沢城甲状腺じゃー。合戦終わったばかりの島も援軍で米沢2号。半年前に破壊したのに城耐久完全回復しちゃった。再度調略中だけどあと40日かかる。んなもん待ってられっかー。このまま甲状腺じゃー。こうなら力攻めだぜ。うっかり破壊跳躍のタイミングをミスってがっつり正面力攻めになっちゃった甲状腺、開戦。とりあえずヤバい施設は蒲生の正面の聖楼。聖楼は時間で強化される。急ぎ破壊せよ。この奥も尋常だし右側は硬いぜ。でも上側は設備なし、一気火星に突き進め酒井さんにノップに土橋、なかなかのメンバーだぜ。左側は少し下に神太鼓があるが気にする必要はない。物量で押し込んでしまえみんなで縄文特攻だぜ。はい、酒井さん、鉄砲戦車。また触れずに敵爆散か？あ、41しか当たらんかった。政宗にも鉄砲レベル7が発射されたけど21しか当たっておらん。壁とか影響してるのかな？かもしれん。手好きだった島コンが中央の手伝いをして、鉄砲戦車で大田原を撃破。ちなみに一瞬誓ってしたのは1フレームだけ鉄砲戦車の演出で出た。私じゃなきゃ見逃しちゃうね。甲状腺の鉄砲の不思議が増えた。上杉景勝は強撃を開始した。上杉景勝は強撃を開始した。大事なことなので2回言いました。やかましい。そしてすごい強撃で伊達政宗をやっつけた。なんだよこの甲状腺は。で上側の城門を酒井さんが破壊。お、ナイス酒井さん。左の城門も景勝が破壊。これでもう勝ち確だぜ。蒲生もやっとのことで聖楼を破壊。ぶっちゃけこれ無視して上の城門攻めればよかった。兵力が無駄に2000溶けた。そして最後はみんなで本丸に乗り込んで、島コンが制圧勝利。兵力差もあるが攻めた場所に施設がなくて楽勝だったぜ。蒲生が無駄に損耗するやらかしはあったが我々の圧倒的勝利、勝ち時をあげよ、かーったどー。結果減少兵力はこちらがちょっと多い程度で済みました。敵本城取れたし上出来だな。そして伊達家本城陥落の知らせが、大きな威風となって伝播する。後半威風来たー。でも寝返った城は4城で控えめ。まあ米沢城も陥落したし、育ってる城もゲットできた。東北はもう攻略したも同然だぜ。甲状腺勝利で腰病老追加で60日分もゲット。さて育ってるお城にいい感じの武将を配置っと。これだけで東北平定できそうだ。後回しになってた飯野平城は江戸から秀吉などを出陣。ス
深川で待機して米節約してた将軍たちは明星に進軍開始。伊達属国大崎家はこれで終わりだ。島根たちも明星方面に進軍。将軍たちと合流だぜ。さすがにもう伊達家に攻められることはない。防衛設定を解除せよ。小1時間かけて設定した防衛設定は誰の目にも触れることなく解除された。私の考えた最強の防衛網。どんまい。艦上では光秀が星4つになり美濃の防将の2つ名を授与。先方回復速度 75% は強そうだ。でも戦国時代もう後半ですし押し。跳躍は育てるのが大変。そして大崎家の明星は甲状腺もなく陥落。こうして大崎家は何の見せ場もなくお家取り潰しでござる。将軍の腰兵糧はあと90日、もう一条一渡航。寺池城に行軍開始。ノップたちは分かれて香水寺城に進め。効率よく東北を平定するのだ。島根たちは甲状腺勝利でまだ米結構残ってるので、安藤家の檜山城の攻略をよろ。二条御所の開発が完了しました。これがパーフェクト二条御所だうるせえ叫ぶな。まあ米は買えばいいので米問屋潰してなんか建てた方がいいかな。人によっちゃ2脱目所も多く感じるだろうし施設は好みが分かれるぜ。さて白攻めは寺池城が即落ち。ただの消化試合。正直過剰戦力だし、将軍の米も残り66日なのでここで騎乗させてあげますか。やったー帰ったら出張手当。ちょうだい。おい。伊達殲滅戦は続き、飯野平城の攻略も成功。続いて小高城に進軍をなしゃーす。伊達家の城もあとちょっと。日野山城の破壊跳躍成功。そして季節は春になり。お、成田海が成人か、かわいいな。お坊ちゃんも仲間入り。この子もかわいいな。よって僕の側室にする。暴君。まあ遠征のご褒美ってことで。おまけで望月千代女55歳もどうぞ。こらこら。それはちょっと。真田家との縁も強めよっかな。村松殿もご一緒に。側室マシマシ。よし多くを作ろう。これ以上側室を迎えることはできません。残念側室は3人までだ。伊達征伐は堀久が小高城攻略。新年早々幸先いいな。同月香水寺城も影勝が制圧。今年も幕府の快進撃は止まらない。でもここらでノップ影勝は米切れ。能登からの遠征オッズ。こっから先は堺さんに業務引き継ぎ。これだけだと兵力心もとないので、徳川16新将蟹江七本槍の、大久保忠世陸上から援軍出撃役。なかなかの猛者。島根は新年早々安藤家本城比叡山城で甲状戦。兵力は勝ってるが国衆1部隊含む合計4部隊、ちょっと危ない戦いだ。敵の施設は牢が2つに聖楼2つと陣太鼓、しかし耐久は削ってある、臆せず進めそれでは弱小安藤家最後の抵抗の戦い、開戦。目標達成の項目が出たが今回は無視だ。無理に攻めて聖楼の範囲に入る必要はない。下妻中高は右側から牢を狙え。稲葉一徹はその牢を左から挟み込め。国衆の酒の部州統領も無理せず左の牢の左から攻め立てよ。そして島根は左の牢を右から破壊だ。敵防衛施設を破壊して敵を丸裸にしてやれ全軍進め弱小安藤を踏み潰せ行け幕府軍お得意鉄砲戦車。稲葉一徹鉄砲戦車レベル7だけどダメージは25。しょっぽまあ一徹は強いから普通に戦っても十分勝てるよ。下妻中高と協撃して普通にぶっ転がしちまえ。そして敵壊滅前にあっさり牢の破壊に成功。やっててよかった調略破壊。ほどなくして島根たちも牢の破壊に成功。これで城門突っ込んでも後ろから矢を撃たれずに済むぜ。島根小休憩終了。一気に左城門を突き破り本丸の制圧に向かえそして敵を城門前に追い込んだ一徹たちは城門を破壊し敵も捕獲。下城門は突き破った。本丸に突っ込め少し遅れて島根も左城門を破壊。安藤一貫の終わりだ。最後は敵が下城門方面に偏ってたのか、島根が触れただけで本丸陥落。防衛施設はまあまあだったがいかんせん平城じゃ守りきるのは無理だったな。結果は弱小の割には頑張ったかなって感じだな。これにて幕府に逆らった安藤家、お家取り潰しでござーる。なお、甲状腺に勝利した島根には腰病老60日分が贈呈されました。もう60日遊べるどん。そんなわけで島根たちは大浦城に進軍開始。島もまさか川越城から甲状腺2回もして、ここまで進軍するとは思ってなかっただろうな。そして恒例となった恒例の一斉寿命。今年は九州短大大友宗麟がお亡くなり。こいつが大名のまま寿命を迎えるのは初めて見た。
初期に活躍してくれた七里より地下もお亡くなり、ご冥福をお祈りいたします。勢力が減って情報もすっきりしてきました。しれっと幕府軍最大兵力120万超えになっとる。足利家の全国制覇もあと少し。邪魔なのは従属してない毛利くらいだぜ。そんな毛利は同盟切れまであと2ヶ月。これで手切れして最終決戦だな。てなわけで強い武将を毛利侵攻のため転封開始。ひゃっはー、最強メンバーで毛利を蹂躙だー。最強生物藤高は本田正信に開発させた石山ごぼうに転封。軍数が少し減ったが熱田神宮効果もフルに使って特性もりもりだぜ。毛利攻めの準備をしつつ進軍も継続、大浦城を攻略。翌月には大久保山が九戸城を陥落。同月に島根が波岡御所に到達。島めっちゃ頑張っとる。そして3ヶ月後蝦夷の地に渡り、徳山館を落城させ柿崎家も滅亡。もう島が征夷大将軍でいい気がする。それはダメだよ。さあ残るは伊達の水戸城のみ。あ、適当な寄せ集めで攻めてたからこれ無理だ。せっかく甲状腺なしで落ちそうだったのに。はい大久保さんおかわり入りまーす。まあ強いやつもまだ残ってるからなんとでもなるな。そして伊達滅ぶ前に毛利との停戦も終了。従属国が攻められるかと予想してたけど意外と平和。だな。では増援連れて伊達家本城に着いたら甲状腺準備完了してたので今回はここまで。足利家の物語もそろそろクライマックス。最後までご視聴よろしくお願いいたします。もう少しで天下統一なのに今週発売のアーマードコア6が予約済みのレイム。果たして発売日までに信長の野望がクリアできるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。アーマードコア4アンサーはほぼ全てのステージをブレードのみでクリアするまで遊んで続編ずっと待っててやりたくて仕方ないんだよ。5はどうした？やってませーん。ただのにわかファンじゃねえか。てっへー。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。